はい、YouTube をご覧の皆様こんにちは。アトピー専門治療院です。よろしくお願いします。今日紹介する患者さんなんですけど、ですね、いつもこの患者さんの紹介動画っていうのは僕はそのコンサルをする前に、動画撮ってるんですけど、今日逆です。今日はさっきその患者さんのコンサルが終わりました。で、今そのコンサルが終わった後にこの動画を撮ってます。なので、今日はその患者さんがどういう状況かっていうのを分かった上で、この患者さんの紹介をさせていただきます。今日紹介する人すごいですよ。もうめちゃくちゃ努力家なんですよ。32歳男性、生まれつきアトピーで、うちの治療院に来る前に阪南中央病院に行ってるんですね。でそこで脱して、脱入浴で脱保湿で脱水分摂取っていう指導を受けて、受けた人なんですよ。でその後4ヶ月間かな、確か彼寝たきりになったんですよ。寝たきりにで全然良くならないんで、もう我慢できなくなってうちの治療院に来ました。で、確かそうですね、当日お父さんとお母さんと彼3人で来たんですよ。で面談して、で彼すごいメンタル強くて、ですごく勉強家で、しかも努力家ですごい真面目な方なんですよ。で、彼なら大丈夫だなと思って一応治療開始っていう風になったんですね。で彼がどれくらいひどいかっていうと、もうその治療開始前に彼の動画を撮らせてもらったんですよ。でその動画があるんで、ぜひ皆さんそれをまず見てください。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。アトピー歴どれくらいですか？生まれて32年になります。32年で、今回初めて黄色ブドウ球菌治療を始める、はい、もう今日ですよね。はい、今日から。今の心境そのままぶっちゃけ教えてください。どんな感じですか？怪しいですか？いや、はい、期待ですね。はい。期待しかないですね。期待ですか？今まで様々な治療してきて、はい。何も今結果が出てなかったので、はい。初めてネットで黄色ブドウ球菌撃退法っていうのを見て、はい、これから頑張って治療していこうと思っています。で、今の状態どんな感じですか？どこが一番辛いですかね？辛いとこ教えてください。顔と首、胸、はい。ちょっと見ますね。肩周り。こんな感じですよね。皆さん見といてくださいね。黄色ブドウ球菌治療を受ける前の状態が、こういう状態です。で、これはもうまさしくステロイドを使った後の、後遺症っていうか副作用の結果なので、これでどこまで改善するのか、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうも。はい、さっきもうその見た感じの人です。もう胸元がすごいかき崩れてて、顔もちょっと滲出液出てて、もう結構重症な人ですよね。でうちの治療院に来る前にもうプロトピック塗りたくってる人なんですよ。もうプロトピック被害者ですよね。でもう結論から言うと、この人今日卒業しました。で卒業するまでになんと5ヶ月かかったんですよ。5ヶ月治療開始して5ヶ月かかりました。で今日ね、無事卒業していただいて、彼確かその肯定反応にもがき苦しんだ患者さんなんですよ。でなんともがき苦しんだ期間が4ヶ月。彼4ヶ月肯定反応にもがき苦しみました。で4ヶ月経った後、肯定反応が引いて、1ヶ月でもうめちゃくちゃ良くなってね、もう生活にも支障をきたさないと、もう書いても書き崩れない皮膚になりましたっていうことで、一応彼も満足していただいて今日、卒業という形になったんですけど、この5ヶ月間もうすっごいこと起こったんですよ。もうちょっと僕今興奮してる感じ、もう本当にもうドラマできるんじゃないかなっていうぐらいいろんなことが起きたんですけど、今日ちょっともう簡単にそれを説明しますね。彼にその治療開始前、多分あなたは肯定反応が出る可能性があるから、覚悟しておいてくださいって言ったんですよ。じゃあ、治療開始した直後から肯定反応が出て、
まあ彼メンタルが強いんで、その肯定反応が出ても結構頑張ってくれてたんですよね。でもその出口の見えない肯定反応にもう彼のメンタルっていうのはどんどんボロボロになっていくんですよ。で3週間ぐらい経った時にもう彼の心がもう折れかけます。もう心折れかける寸前になるんですね。もうやめたいと、もうええわと、もうギブアップみたいな感じで彼が初めてお父さんお母さんに弱音を吐くんですよね。もう死にたいと、もうええと、もう死にたいって言うわけですよ。でですね、もう死にたいって言うってことはもう本当にもうアトピーで苦しんだ人なら多分分かると思うんですけど、もう死にたいっていうのはもう本当にもう心折れる寸前なんでしょうね。もう多分もし彼の目の前に崖があったとしたらもう彼も飛び降りてもいいぐらいな心境だったと思うんですよね。もうそれぐらい死にたいっていうのはすごいもう本当にもう楽になりたいという気持ちなんですよ。でですね、彼が死にたいって言うんですよ。でそのお父さんお母さんが何とかしてあげたいんですけど何にもしてあげられないんですよ。その彼がね、もう痛みとかゆみとその絶望のどん底でもがき苦しんでいる姿をお父さんお母さん見てるわけですよ。でもお父さんお母さん何にもしてあげられないわけですね。手を差し伸べてあげたいけど何にもしてあげられない。で横で彼はもがき苦しんでいる、もうやめたい、もう死にたいと言ってるわけですよ。でそれが3週間の時ですよね。で僕1ヶ月経った時に1ヶ月経つ患者さんには必ずコンサルしてます。でその時にもう治療を継続するかどうかっていうのは全部もう本人に決めてもらってます。で1ヶ月経った時にもう僕の心の中ではもう彼ダメだなと、もう多分心折れてるなと。で僕も治療費を返金するつもりだったんですよ。でその微生物が効かなかったんでもう謝るつもりだったんですね。で1ヶ月経って、彼とお父さんお母さんが来た時に、なんと3週間経ったぐらいからちょうど3週間がピークだったんでしょうね、肯定反応の。先生やっと皮膚が良くなってきましたと。3週間ぐらい経った時にやっとその皮膚がなんか改善している実感がなんか湧いてきましたと。もう治療を継続したいと言ってくれたんですよ。よかったなと。でお父さんお母さんも喜んでるんでよかったっていうのが僕の本音だったんですよ。1ヶ月経った時にね。で治療を継続することになって、で2ヶ月目入った時に彼お風呂上がった後意識朦朧となって、ぶっ倒れて救急搬送されたんですよ。で入院しました。これ実話ですからね、これ本当の話ですよ。ぶっ倒れて救急搬送して、入院しました。で確かあの日朝だったんで僕お父さんから電話いただいたんですね。先生、息子お風呂上がった後にその意識朦朧となって倒れましたと。で救急搬送されましたと。で僕は朝ね頭働いてないんでそうなんですかと。分かりましたって電話切ったんですよ。でその電話切った後によくよく考えてね、ちょっと待って、中井さん倒れた、入院、嘘やろと、ちょっと待ってと。でもうすぐに彼に電話してね、中井さん大丈夫かと、今お父さんから電話があってぶっ倒れて救急搬送されたって来ましたよと、大丈夫ですかと。そしたら彼が先生大丈夫です、今病院にいて、療養を受けてますと、今はもう大丈夫ですっていうふうに、言ってくれたんですけど、もう一歩間違ったら彼死んでます、本当に。で彼がなんで倒れたかっていうのはちょっとこの後の動画見てほしいんですけど、彼無事退院した後もう彼の頭の中ではもうこの黄色ブドウ球菌撃退法っていうのは訓練だと、もうスイッチが入ってるわけですよ。もうやれば大丈夫だと。でそれから彼もうめちゃくちゃ偉いです。もう毎日欠かさず運動して、毎日汗かいて、で僕雨
降った日は運動しないようにっていう風に皆さんに指導してるんですけど、彼そんなことないです。もう大雨の日でもカッパ着て、で汗かいて、その後、お風呂入って、もうそれを毎日欠かさずやってくれてるんですよ。でその浸出液がもう顔から垂れ流れてる状態でも、もうそんな日も普通だったら外出たくないんですよ皆さん。でも彼そんなことないです。彼もマスクしてね、もう毎日毎日運動して、毎日毎日散歩して、汗かいて、お風呂入ってるわけですよ。もうすっごい努力家ですよ、本当にもう努力家で、その彼の努力が報われて今日卒業しました。もう本当にもう感動ですよね。でもう彼のもうメンタルもすごく強くなったし、もう本当にもうお父さんお母さんも喜んでくれたし、もう僕としてはもう言うことはないです。本当によく頑張ってくれました。で彼の生の声を皆さんぜひ聞いてほしいんですけど、やっぱりもう黄色ブドウ球菌撃退法っていうのはもう訓練だなと、もうつくづく思いました。で僕が彼を見て思ったのは、もうやっぱりそのプロトピックとかステロイドっていうのはもう本当に恐ろしいなと、もう本当に恐ろしい薬だなと思いました。もう本当にプロトピックがその体の中から出し切るまでに4ヶ月かかったっていうのと、やっぱり彼が諦めてくれなかったっていうのは本当に大きいなと思います。ぜひこの後彼の生の声を聞いてみてください。どうぞ。去年の2月ですね、去年の2月に大爆発しまして、去年2月に大爆発して、でそこから本格的に、その以前もある程度は塗ってたんですよ、ステロイドとかプロトピックを、でも毎日のように塗り始めたのはその大爆発してからなんですよ。去年2月以降2月以降だから2月からもう毎日のように塗ってて、プロトピックとステロイドを。プロトピック塗ったのどれぐらいでしたっけ？はっきりは覚えてないんですけどね、3年以上になると思います。プロトピック3年塗ってました。ただ毎日ではないんですよ。その2月以前は毎日ではないんですよ。ある程度その炎症とか悪化した時に塗ってた程度で、毎日ではない。ただ毎日本当に塗り始めたのが2月からです。2月からですよね。でもうでそのある程度収まってたんですよ、それでね。でももう本当に効かなくなったのが11月。11月で阪南中央行かれたらいつでしたっけ？11月です。11月か。去年の11月ですよね。でそこで始めました。脱ステロイド、脱ステ始めて、脱保湿を。そうですよね。でうちの治療に来たのが3月の後半ぐらいだったんで、ですよね。2月か。で治療を始めたのが多分3月か。でもうその時に阪南中央の指導は受けてたけども、もう我慢できなくなったんですよね、確か。で何も改善ないから。11月から4ヶ月間だから寝たきりですよね。寝たきり。訓練を始めるまで4ヶ月、3月ですか。そう。3月の後半まで。僕覚えてるのが3月後半から開始して、3週間すごい肯定反応でめっちゃ苦しんでたんですよね。一気に出ましたね。ですよね。もう体叩いてもらって入浴後。生き地獄でしたね。そう、僕それ覚えてるんですよ。3週間もメール来るたびに結構もうネガティブな感じだったんで、先生もう大丈夫かと、これもうやばいんちゃうかっていうのでね、多分画像送ったと思うんですよ、先生。あれやばかった。真っ赤でしたもん。真っ赤でしたね。浸出液やばかった。あの画像多分載せてもらったらみんなびっくりすると思います。あれやばかったっすよね。であの時もう心折れかけてましたよね。折れかけてましたね。ですよね。で、その心折れかけてたものをなんとか、中井さんを励ましてくれたお母さんですよ。あと先生のメールも助かりましたね。本当ですか。いや僕ら何もできてないですけどね。本当に生き地獄でしたね。あれ最初の1ヶ月は本当にもう。ですよね。もう部屋から出れなかったもんね。もう入浴後もね、痛みと。でね、確かね、中井さんのメールの中で後で気づいたんですけど、その阪南中央の考え方が洗脳されてて、まだ水分取ってなかったでしょ。取ってなかったです。それめっちゃ危ない。取ってなかったです。それで倒れた。いやでもあの頃も取ってたんですけど、倒れた時も
ただ最初の頃は取ってなかったそうです、最初の頃取ってなかったんですよ。取ってなかった水分取らずに入浴やってたから、そりゃやばかったですよ今考えたら、量も少なかったですよね、はい取ってたとしても。はい水だけだったんです。取ってたとしても。まあ水なんですけどね、はいその取る量っていうのがそう多分少なかったと思うんですよ。少なかったですね。本当に少なかったですね。で僕はその絶対に水分取っとけよって言ってたんですけど、まだ半ナ中央の考え方が洗脳されてたんですよ、はい多分ありました、はいありました。あったでしょ、はいあれ超危険行為ですよ。そうはい、水分を取ると滲出液が増えるっていう考え方やったんで、はい、僕ネットで反対に出せっていう考え方だから、ネットでもね今みんなそうなんですよ。はいアトピーで動画出してる方って、はい氾濫で治療されて、はい今改善してる方ってね、はいやっぱ水分制限ってみんな言うんですよね。そうあれ間違ってると僕個人的に思うんですよ、個人的にはね。結局どうなんですか、水分を取ることで滲出液の量って増えるんですか。いやー僕はもうそれもそういう論文がないんでね、研究してる先生はっきりもいればとやっぱ言えないですよね。言えない皆さん。はいただ氾濫ではそういう考え方ですよね、あー佐藤先生では。氾濫はね、ここに来る人もそうですけど結局長いからみんな挫折するんですよ。持たない、みんなやっぱり長いですか。長いですよ、氾濫の方は年間ですもん。1年頑張ってとかね。1年以上ですよ、基本的には1年以上。はいそうでそう3週間経って工程半乗り越えて、はい、そう1ヶ月目ぐらいから改善しだして、はい、でその後ぶっ倒れたんですよ。中井さん2ヶ月目だ。2ヶ月目でした。2ヶ月目やったか。あれいつやったかな、入院したの。これねもう中井さんはね、僕が今までいろんな人見てきましたけど、もう印象深い患者さんベスト3に入ってますよ。そうですか。だってぶっ倒れたの初めてですよ。びっくりしぶっ倒ましたれて入院したの初めてですもん。ただこれは動画では言わない方がいいと思いますよ。いや僕絶対あげる。そうですそれやっぱそれぐらい過酷で危険なんああ、ですよ。そういうふうに逆に、ちょっとね甘く見てる人もいるんでね。私逆に考え方逆で、はいそういうことを皆さんに知らせると、言ってしまうと、逆にみんながビビって、逆に治療しないかなと思って。いや僕ね反対にこれを知ってほしいんですよ。それぐらいね大変だと。逆なんですね。人にもよるけども、こういう人もいてるっていうことを知ってもらう。だからね僕中井さんのおかげでね、こういうぶっ倒れた経験あるじゃないですか。多分低血圧かな。脱水飲んでた。でもその時はもう飲んでたんですよ。脱水で倒れたんですか。一応あの時は4リットル飲んでました。4リットル飲んでたんですよね。それを飲んで、で結局その何回も先生に言ったんですよ。これは結局原因何なんですかって。先生もねやっぱ結局はっきりとは言わなかったんですよ、結論を。でもやっぱり一応私聞いたんですよ、結局これ症状原因一応病名つけるとしたら何ですかって聞いたんですよ。じゃあ先生は一応って考えた上で脱水じゃないかなってやっぱり。でも先生4リットル水取ってたんですよ。でも入院して運ばれた時、血液中の水分もめっちゃもう少なかって、膀胱も空で空っぽでした。空っぽで、それだけ汗で全部出てたってことですか、おしっこと。入浴中も出てたのも間違いないですけど、痩せましたよね。倒れる寸前ですよね。お話でしたとメールしたと思うんですけど、冷や汗が一気にブワー出たんですよ、体中から。もうびっちゃびちゃでシャツも。でそれでもう運ばれた時は多分その時に水一気に出たんじゃないですかね。僕はねお父さんから電話かかってきてね、倒れたと息子が、で朝だったんですよ。僕ちょっと寝ぼけててね、中井さん倒れて入院したんだと思って、で我に返ってあれ入院みたいな。でその後中井さんに電話してね、大丈夫かと、お父さんから今電話来たけど何があったんですかって聞いて、そして意識があったんですよ、幸いにも。意外と元気でね、よかったその頃はもう普通に話せてましたね。危なかった。意識飛ぶとほんま危険なんでね。そうですよね。やっぱりいろいろ疑うじゃないですか。脳とかまずは脳の検査してくれましたね。いろいろ疑うと思うんですけど、で脳の検査して異常お腹とかいろいろ検査して、で何も異常なくて、ただちょっとお腹出口付近にちょっと便秘気味ちょっとだけ溜まってるかなっていうので、ただなんとか平腸でしたっけ、それの重症ではないかな。重症ではない。あれね
倒れた時お父さんお母さんそばにいたんでしょ。あれもし一人やったら危なかったですよ。そうですね、もう確実に危なかったですね。絶対危ないですよ。私が倒れて、近くに空気清浄機があったんですよ、それが倒れた音で多分母親が気づいてくれたんかな。ドッターンと落としたんですか。音すごかったんですよ、そんなにした。自分は分かんないんで、なんかを倒した音がしたんで、いつもこんな音しないから、何って言って上がっていったらもう倒れてて、意識なかったんですか。いやもう朦朧としてました。かろうじて手をついてこう座ってる子こう多分覚えてるんですけど、こういう状態ですね。でもその時は汗だらだら流れて冷や汗ですよね。尋常じゃないからって言ってもすぐ救急車お願いして。いやー、中井さん危なかったわ。ただコロナの時期だったんですぐ来てくれるか心配したんですけど、運よく来てくださって、でまあ気づいたら脱水症状だと。2、3日で多分退院しましたもんね。もうすぐ2日で退院。最初はもうその日に帰らされるとこだったんです。いきなりそうちょっと点滴して落ち着いてきたんで、あとはもうまた様子見てくださいって帰らされるとこだったんですけど、どんどんなんか症状がひどくなって朦朧としてきだしたんで、もう一度先生来てもらって、家帰ってもどうすることもできない、心配やから言うてって、で吐き気が一瞬ちょっと来たんで、もう一回ちょっと血液検査しますって、まあね、そして白血球赤血球を調べてもらって、ちょっと数値がおかしいっていうことで、白血球が3万あったんですよ。なんなんでしょうね。別に感染症でもないですよね。なんでもないんですね。白血球が3万っていう数値やったんで、先生はその時にやっぱり感染なんか疑ったんですよ。それで血液検査したんですけど、結局何も感染はなかった。不思議な。いや不思議。いや中井さん若いんでね、若い人でこう倒れるってやっぱびっくりですよね。それまで何にも症状なかったし、塗ってきた実績反応が思いっきり出たんでね、びっくりするほど出たんでね、顔がやっぱりあれやばかったね。画像先生見てたと思うんですけど、もう毎朝起きたらおでこ、鼻、頬、顎全部真っ黄色で覆われるんで。あれでもね、鼻中央って経験しませんでした？いや、してないです。してないんですか。じゃあお風呂入って微生物の働きで体の中から外に出て、あれ初体験？先生に会うまで4ヶ月間寝たきりだったと思うんですけど、その時も滲出液は顔は出てたんですけど、黄色い滲出液はそこまでは出てなかったですね。やっぱりあれもカビカビでしたもんね。肩が固まってね。先生に画像を送ったと思います。送りましたよ。真っ黄色ですよね、全部が。でもやっぱそんだけプロトピックがやっぱりまだ中に残ってて、炎症反応がやっぱりあるってことなんで、全部出てるって思って私はもう頑張ってましたね。今でもね、この抗体反応まだ続いてる人もいっぱいいるんですよ。で中井さんの場合はもう出し切るまで結構時間かかったじゃないですか。まだ3ヶ月でもまだちょっとこの辺おでこ、そう3ヶ月4ヶ月目でも出てるでしょ。でそれでいつ出し切んねんと心折れる人やっぱりいますよ。やっぱりね、私おでこと頬がある程度本当に止まったのは4ヶ月、そうでしょう。4ヶ月ちょっとですかね。4ヶ月半ぐらいやったと思います。止まったのでそっからですね、もう本当に楽になったの。止まって。で心やっぱ折れたらこれ負けじゃないですか。訓練ですから。もう訓練なんで、もう本当に今同じ訓練してる人には頑張ってほしいと思います。いやもうそれめっちゃ大事ですわ。本当に頑張って。私は4ヶ月半止まらなかったんで。ですよね。でまたね、家族のサポートがないと僕これ続かないと思うんですよ。間違いないと思います。一人暮らしの人ってね結構メンタル弱い人も多いしね。で周りでお父さんお母さん今回励ましてくれたじゃないですか。お風呂の準備やら、最初の頃動けなかったんで、全部で中井さんは最初の頃もうあかんと、もうやめるわみたいな感じだったでしょ。そうです。もう最初の1ヶ月2週間目か3週間目かな、一番しんどい時、もう入浴後、痛みが強すぎて、
母親に入浴を叩いてもらってたんですよ。体痛くて痛いから痛すぎてであとかゆみが強すぎてかゆくて、はい、痛みの方が強いんですけど、痛みの方が強いからもっと叩いてくれと体叩いてもらってたんですよ。叩いて刺激を与えて、それぐらいきつかったんですよ。すっごい過酷っすねそれ、ベッドの上で土下座でこういうポーズになってもうずっとこうやって耐えてたんですよ、痛すぎて、でちょっともう耐えられへんから叩いてくれと、母親に、で叩いてもらって、初めて両親に向かって死にたいって言いましたよね。マジっすか。1回だけすごいな。1回だけ言いましたね、初めて。でそれでお母さん頑張れってずっと励ましてくれてたんですよね、お父さんも。そうですね。もうわ、もう心室石が入浴後止まらないんですよ、顔中から。そんなやばいっすか。止まらないですね、本当にもう。滴り落ちる。滴り落ちますね、でその頃一番しんどかった時はティッシュの箱1箱が3日でなくなります。僕だから1ヶ月保湿しないんですよ、滴り落ちるから無駄になっちゃうでしょ。そうですね。もうティッシュの箱何箱買ったか分かりません。もうゴミ箱がすぐいっぱいになるし、だからプロトピックとねそれこれ怖いんですよ、恐ろしいですよ。寝てる時もずっと垂れてくるんでね、寝れないですよね。だから睡眠時間1時間2時間、寝ようと思っても寝れないんで、もうねこう訓練開始する前からもう寝てなかったですもんね。寝てなかったです。4ヶ月間もう睡眠時間1時間2時間で血みどろでしたね。傷ここ見てもらったら一番最初もう傷だらけやった。傷だらけ、あれ毎日ねもう夜書かないともう耐えれなかったんで、もうシャツも血みどろで首も全部血みどろで、全部血みどろでしたね本当にもう。まあそれで5ヶ月、ようやく5ヶ月卒業ですよね、で僕のね卒業レベルは日常生活に支障をきたさないレベルと、本人さんが満足するレベルなので、日常生活支障をきたしてないですか。はい、もう楽になりましたね本当におかげさまで。だって顔見てもテカってますもん。ああもう本当にね、顔だけ見たらもう全然。仕事もできそうですか。